どうもベルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、ジョナサンについてやっていこうかなと思います。彼は、第3世代の騎兵ヒーローなんですけども、正直言います。今の環境だと、優先して育成することは、正直お勧めできない、ヒーローです。ただ、使いどころが一切ないわけではなくて、ちゃんと割り切って使えば、使いどころは一応あるヒーローですし、私はこれまで、結構いろんな動画で、ジョナサンは強くないので、お勧めできないと、言ってきたんですけども、ただその一方で、ジョナサンについて、詳しく話したことは今までなくて、あとは、ジョナサンについて、知っていくことで、逆に他の騎兵ヒーロー、例えば、ベラだったり、エレナだったり、スベンとかですね。彼らって、やっぱり優秀だよねっていうことを、再認識する、機会にもなると思いますので、ぜひ最後まで、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速スキルを、見ていこうと思うんですけども、まずは第一スキル。集中攻撃というスキルで、覚醒させると、強化されるスキルなので、強化後の値で、お話しさせていただこうと思うんですけども、ダメージ係数が、13,750の、単体攻撃の、ダメージ、単体攻撃で、攻撃対象が、ラリー部隊の場合に、相手の HP に、25% のデバフをかけていって、カウンターダメージを20%減少させてくれます。まずこれ、レイジスキルのダメージは、第3世代のヒーローということもあって、満足いく、水準だとは思うんですけども、問題は追加効果ですね。この追加効果、活躍する機会ってありますか？ほぼないんですよ。対象が、ラリー部隊っていう条件がもう、これ本当にきつくて、ラリー部隊に短期攻撃するときってほぼありませんし、仮に、じゃあラリーで使うことって、ジョナサンはないんですよ。相手のラリーに対して、ラリーを打つんだったら、全然射撃で打ってもいいですし、もうベラス弁でいいんですよ、正直。もう困った時はもう全部ベラス弁で解決できるぐらい、この二人は強いので。で、そうなると、短期攻撃で、使っていくのがメインになるかなと思うんですけども、そもそも、HP に 25% デバフをかけて、カウンターダメージを 20% 下げても、そこまで大きな意味はないんですよね。HP は、仮に相手の HP バフが100% だったら、相手は 75% のバフになるイメージなんですけども、今って、これって相手はラリー部隊じゃないですか。で、そうなると、ラリーを打ってる人って、それなりに強い人なわけですよ。で、その人って、正直今、HP って、もうラリー打つ人だと、どれだけ低くても200%くらいは正直あって、もう強い人だともう300近いとか。もちろんヒーローによるんですけども、それくらいあるんですけども、そうなると、この HP を 25% 減少させるのも、元が 100% を 70% のバフに変えるんだ、75% のバフに変えるんだったら、それはそれで結構、全体の割合で見たらでかいじゃないですか。ただ、200% の人の HP バフを、175にしても、全体で削り全体で削れる割合っていうのは、そこまで大きくなくて。そうなると、なかなかこれは、厳しいのかなと思ってます。で、あともう一つ、カウンターダメージがあると思うんですけども、これ、本当に効果あります？相手は、ラリー部隊なので、
先ほどお伝えした、ベラスベンだったり、ルイとジョニーですね。もしくは、ジュリアとジョニー。そのあたりの構成が、メインになると思うんですけども、彼らって、スキルダメージで削っていくヒーローたちなので、カウンターダメージをいくら下げようが、影響ってほぼないんですよ。カウンターダメージをメインで戦っていくヒーローっていうのは、トムだったり、サンダーだったり、あとは、エリーとかロバートですね。そのあたりの歩兵ヒーローがメインなので、そうなると、正直、ベラスベンとかに、100% カウンターダメージのデバフをかけたところで、ぶっちゃけ意味ないんですよ。で、それが20% ぐらいかかったところで、全然こっちが食らうダメージっていうのは、全然変わらないので。そうなると、このスキルはもう、単体のダメージ係数が、13,750の、効果のみという形で、考えていただくのが良いのかなと思います。では次に、第2スキルですね。リサイクルというスキルで、このスキルは、2つのスキルが、1つのスキルに複合されたスキルなので、一つ一つ、分けて解説させていただきたいんですけども、まずは、部隊撃破時に、回復係数11,250で、回復させてくれます。30秒に1回という、条件もあるんですけど、その条件は正直どうでもよくて。大事なのが、部隊を撃破した時という条件です。このスキルを発動させるためには、ジョナサンの攻撃で部隊を撃破しなきゃいけないんですよ。ただ、戦ってる時って、基本集団戦だと思うんですけども、その時に狙った部隊でラストアタック取ることって結構厳しくて。そうなると、撃破回数の分母っていうのが、絶対的に必要になりますし、そもそも野戦してる時に回復効果ってそこまでいらないんですよ。回復効果が輝くのは、駐屯してる時なので。基本的に今野戦してると、1部隊ずつ落としていくのが基本的な戦い方になるので、例えば、20部隊対20部隊で戦っている状況でも、もうその20部隊が1部隊にフォーカスして攻撃しているわけなので、攻撃されてない部隊っていうのは、カウンターダメージしか、基本、あとは範囲の巻き込みですね。そのあたりしか、攻撃を受けないので、回復効果って全然いらないんですよ。欲しいのは、あれですね。戦いが終わった後とか、あとは、ちょうど攻撃されてる最中なんですけど、攻撃されてる最中に、相手の部隊を運よく撃破できますかっていう話で。で、それってなかなか難しくて。ただ、一応このスキルを、活用して、とある、めちゃめちゃ強い方。パーツと装備をもうすべて、カンストさせていて、兵装も最強クラス。あと、あれですね。T6 を、3億人以上、葬ってる、もう世界トップクラスの人が、僕初めて、ジョナサンを野戦で使ってる人、見たのがその人だったんですけど、その人って、もう強すぎるんで、バンバン部隊倒していくんですよ。で、なかなか、各部隊の消耗も、少ないので、じゃその、戦闘が終わったらへんに、ジョナサンの回復効果が発動しても、その全体の部隊が、1、2割減った状態で、この11,250の、回復効果が入ることによって、部隊を全開近い状態に、戻すことができるので、そこまでの人だと、結構このスキルは、ちゃんと活用できるので、いいかなと思うんですけども、確かに、今、騎兵2部隊編成で、費用対効果を一切考えずに行くんだったら、それ含めジョナサンってありなんですけど、正直その人の使い方って、ぶっちゃけ例外で、そういうちゃんと、使い方ができる一方で、
逆に、パーツや装備がフルカンストしてて、兵装も、もうレジェンドの星5が、もう全部の部隊揃い切ってるクラスじゃないと、あの、このリサイクルのスキルって、ちゃんと活用できないので。まあ基本的には、まあこの回復効果、まあ発動したらラッキーくらいの、まあ戦闘終わりにちょっと運よく回復できたらラッキーくらいの温度感でいいのかなと思います。ただ、このスキルは、それだけじゃなくて、ダメージ効果もあるんですよね。20秒間に1回、7500のダメージ係数のダメージを、与えるスキルなんですけども、まあこれ、一見普通に優秀ですよね。7500のダメージ係数のダメージって、まあ全然結構ダメージ出るので、ただ、これ一つ、注意点があって、この20秒間に1回というのは、並走もそうなんですけど、何秒間に、1回発動する系の、スキルの最初の発動タイミングっていうのは、その時間が経ったタイミングで初めて発動します。なので、例えば、カモネットですね。ちょっと今、あれですね、出せないんで、カモネットちょっと置いとくんですけど、このスキルだと、初めて発動するのが、戦闘開始後21秒の段階なんですよ。で、そうすると、なかなか戦闘開始後20秒経ったタイミングって、自分もそれなりに削られちゃってるじゃないですか。で、そうすると、兵力が削られた状態で7500のダメージ係数のスキルを打つことになってしまうので、思ったよりこれって火力出なくて。仮にじゃあ2回目発動するタイミングっていうのも、戦闘開始後41秒のタイミングなので、全然、合計したダメージで見ると、そこまで大きくないんですよ。なので、ここがちょっと、懸念点なのかなと思います。では次に、第3スキルを、見ていこうと思うんですけども、ちょっとこれも、複雑なスキルですね。まず、基本攻撃時、20% の確率で、非スキルダメージ軽減の、バフを獲得できる、可能性があります。そして、同盟の領地にいるときは、2600の追加ダメージを、与えるスキルなんですけども、これだけは言わせてください。ややこしいスキル作るのはいいんですけど、作るんだったら強いスキルにしてもらってもいいですか？単純で強い。これほんと一番私としても、ハッピーなんですけど、エレナみたいに、ちょっと複雑だけど、強いよね。こういうちゃんと強いスキルだったら、解説違いもあって、全然許せるんですよ。ただ、わかりづらい上に弱い。これほんと私としては結構許せなくて。これに関しては、ジョニーの第4スキルにも、言えることなんですけども、ややこしくて、翻訳ミスしてて、弱いって、本当何のためにこのスキルあるんじゃと。そのことは、さておきまして、本題に入っていこうと思うんですけども、たまに、非スキルダメージ軽減のバフを獲得できて、同盟の領地内の、戦闘だと、ボーナスダメージが、相手に入っていくよっていうところなんですけど、これ、どっちも効果の値っていうのが、かなり物足りないんですよ。この非スキルダメージ軽減。これ実際に発動してる時間って、実際の戦闘時間で見ると、3割くらいになると思うんですけども、3割の間、20% の軽減するって、正直物足りなくて。非スキルダメージ軽減をちゃんとあるんだったら、エレナくらい、ほぼ確定で、発動してて、これ一番さ、非スキルダメージ軽減ではないですけど、実質的な、スキルダメージ軽減に近いものとしてご紹介させていただくんですけども、これくらい、ほぼ発動するくらいの、
ものだったらいいんですけど、一応これは5割ですね。ただ、3割の確率で、20% 軽減したところで、そこまで意味はなくて。で、もう一つの、同盟の領地内にいる時の、ボーナスダメージなんですけど、これも正直そこまで大きくはなくて。なので、正直このスキルは、かなり物足りないスキルなのかなと思います。では最後に、第4スキルなんですけども、資源調整というスキルで、騎兵部隊の、攻撃力を 25%、上げてくれるスキルです。そして、部隊数が 30% 以下になると、攻撃が 20%、増加するんですけども、まず、部隊数が 30% の時って、当然、部隊が3割しかいないので、攻撃力も本来の 30% しかない状態なんですよ。なので、その状態で攻撃力上げるって、正直全然意味なくて。なので、このスキルは、もう 25% の攻撃アップのみの、スキルとして、捉えていいと思うんですけども、そうなると問題となってくるのは、この 25% の水準ですよね。今、メインで使われてる第3世代のヒーローって、スキル一つが、ステータスアップ系の場合は、40% アップがデフォルトなんですよ。例えば、ジュリアの第4スキルですね。彼女の第4スキルは、40% の HP アップに加えて、おまけまでついてくるので、普通に優秀なんですけど、このジョナサンは、25% アップ、かつ、おまけ効果がないに等しいんですよ。なので、ちょっと厳しいのかなと思います。では次に、取得方法を、見ていこうと思うんですけども、彼は、トップ司令官の、騎兵ヒーローですね。ただ、正直、対抗馬のスベンがちゃんと強いんですよ。スベンって、このゲームやり込んでる人ほど、評価が高くなる類の、ヒーローで、見た目はちょっと、好み分かれると思うんですけど、彼って、野戦でも、ラリーでも、バウンティーでも、ウォーターでも、めちゃめちゃ強いので。なので、騎兵のトップ司令官では、新ヒーローが出るまでは、まず、スベンを、覚醒させていくべきですし、新ヒーローが仮に何人か新しく来たとしても、スベンって、唯一無二の、ヒーローなので、お役御免になることって、今後おそらくないんですよね。なので、正直ジョナサンを取る必要っていうのは、ないのかなと思います。あくまで、トップ司令官の他の騎兵ヒーローを、すべて覚醒させた後に、最後の最後に、育成するイメージで、良いのかなと思います。ただ、そうなると、もはや最低運用ライン。スキル上げの優先順位というのも、なかなか難しいところではあると思うんですけども、どうしても、このジョナサンを使いたい場合、これ私がお勧めしたいのは、まだそこまでヒーローが揃ってない方で、1スキルだけ上げて運用するという方法です。正直、普通に覚醒後の強さで考えると、ベラとスベン、そしてエレナに、かなり大きな差をつけられてしまってるので、しまってるんですけども、1スキルだけ上げた時の強さで考えると、そこまで変わらなくて。まだ、騎兵部隊が、揃ってないけども、どうしても、騎兵2部隊運用にしていきたいという場合に、先に、トップ司令官で、スベンの1スキルを上げた後に、その次に、ジョナサンの1スキルだけ、上げていくっていうのも、選択肢としては、ありなのかなと思います。ただ、2つ以上、スキルを上げるのは、基本お勧めできません。序盤にもお話ししたと思うんですけど、ジョナサンの進化を発揮できるのって、もう数千万以上課金してる、
世界トップクラスの人なので、ジョナサンって、騎兵ヒーローなので、移動速度っていうのも、結構、騎兵の良さなので、大事になってくると思うんですけども、それ持ってないんですよ。で、そうなると、並走でカバーしなきゃいけないっていうのも出てくると思うんですけど、なかなか、移動速度を兼ね備えて、ちゃんと火力もある、並走を作っていくとなると、結構大変なので、そのあたりも、いろいろ考慮すると、基本的にはジョナサンは、なかなか厳しいところなのかなと思います。あとは、ジョナサン育てるくらいだったら、キャサリン育てた方が、全然育成楽ですし、強さそこまで変わんないんですよ。あくまで、無双して回復しまくるんだったら、ジョナサンに分があるよね程度なので。というか、キャサリンの方がスキル回転早いので、僕は正直、キャサリンの方が強いんじゃないかとぶっちゃけ思ってます。ただ、あれですね。レイジスキルの火力と、リサイクルの24スキルを、ちゃんとフルでうまいこと活用できれば、なんとか、キャサリンより上だよねくらいだと思うんですけど、ほんと変わんないので。あとはですね、スキル上げの優先順位。これも、ちゃんとつけるんだったら、1スキルの後に、2スキルか4スキル。どちらかを上げていただいて、3番目は、2番目に上げなかった、24スキルの、どっちかですね。そちらを上げていただいて、最後に3スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。では、才能を見ていきたいと思うんですけども、正直言います。彼はリーダーでは使いません。理由は単純で、才能が弱いからなんですけども、まず、騎兵部隊のツリーはいいんですよ。このツリーは普通に優秀なので。ただ、このサポートのツリーが全然強くなくて。これと、エレナだったり、キャサリンだったり、ベラが持ってる、スキルの才能ツリーですね。こちらと比べると、かなり、サポートツリーは劣ってしまうので。で、ジョナサンを仮に使うんだったら、ベラだったりエレナ。場合によっては、キャサリンと、組み合わせることになると思うんですけども、彼女らって、スキル才能を持ってるので、彼女らをリーダーにして使っていけばいいんですよ。この才能については、次回の動画で、詳しくいろいろと話そうと思っているので、なんで、このサポート才能がダメなのっていうところだったり、なんでじゃあスキル才能が、強いのっていうところだったり、あとは才能の振り方って、テンプレートがありまして、もうこう振れば、まず間違えないよねっていうのが、正直あるので、それをまだ、ご存知ない方がいらっしゃいましたら、ぜひ、次回の動画もご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、そういう、宣伝も挟ませていただいた、次第なんですけど、ジョナサン、総合的に見て、レイジスキルの火力は悪くないんですけど、正直それ以外がパッとしなくて。レイジスキルが際立って強くて、他のスキルが、あんまり強くないとかだったら擁護できるんですけど、レイジスキルは、第3世代相応だよね。ちょっと、追加効果ないから、追加効果あるけど、実質的にないようなものだから、そこまで強くないよねっていうのも正直なとこなので。騎兵部隊は、もう、エレナとベラとスベン。もうこの3人がもうめちゃめちゃ優秀ですし、この3名と、キャサリンを、組み合わせて、騎兵2部隊運用と、していくのもいいと思いますし、今後、新しい騎兵ヒーロー、絶対追加されるので、
まだ、この3名を、覚醒させていない方は、まずはこの3名の覚醒をさせていくのに、注力していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、最後は若干、ジョナさんの話から、逸れてしまったんですけども、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。